それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、浅い関係の片思いの行方、お相手と仲良くなれますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。はい、では早速見ていきましょう。まずはお相手の現状っていうところで、オラクルカードを出していますので、こちらがそれですね。お相手今どんな現状にいるのか見てみましょう。エンゲージメントカード、こちらからですね、フレンドシップ、友情、仲間と、あと努力っていうカードです。そしてこのアストロロジーのオラクルカードは、これは海王星のカードですね。ネプチューンのカードが入っています。あの人の現状なんですが、友情、仲間、そうですね。自分らしく頑張っている仲間思いの毎日を過ごしているかと思います。あの人は今、周りの仲間と協力しながら、夢や目標に向かってコツコツと努力している時期のようです。特にお仕事や勉強、チーム活動などで自分の役割をしっかりとこなそうとしていて、責任感も強まっています。最近は新しいやり方やアイディアを取り入れながら自分のスタイルを作っているでしょう。一方で周囲との調和も大事にしています。あの人は仲間内でとても頼られる存在。あなたとの関係も信頼できる相手として意識し始めているのかもしれません。距離が近づいていくと、ふっと心を開いてくれる瞬間が見えてくるでしょう。はい、友情、仲間っていうカードが出ているので、チームの中で働いていたり活躍しているのかなと思いますし、積み上げてきたものもあるけど、新しく始めようとしていることもあるんじゃないかなと思います。新しいスタートを切ろうとしている。そして自分の夢や目標に向かって活動しているような、そんな感じも見受けられます。海王星のカードなので、中にはクリエイティブな活動、趣味かもしれませんね。をされているかもしれません。はい、こちらのカードで見ていきました。では、この後、あなたのことはどんな風に印象づいているのか、それもオラクルカードから、ここからね、出していますから、この2枚で見ていきましょう。はい。まずこちらは感謝を表しているカード。そしてこちらが、ギフトの交換ですね。なんか素敵なカードが入っています。あと感謝が入っているので、やっぱりそのあなたに感謝を伝えたいとか、感謝の気持ちを抱いているっていうことは出ているかなと思います。浅い関係なんですが、ある程度同じフィールドというかチームの中にいるのかなというふうにも感じます。感謝の気持ちを持っているってことなので、何かしらの関わりを持っているような間柄のように感じます。あなたへの印象はここですね。与え合うことで魅力が際立つ温かい方として見ているみたいです。あの人はあなたにバランスの取れた優しさを感じているようです。あなたに優しくしてもらうと、お相手が自然とお返ししたくなるような温かさを持っている、そんな印象です。あなたは誰かに何かをしてあげるとき、見返りを求めずに、それが当たり前のように行動できる人です。そしてちゃんと人の思いも受け止めることができる、心の通い合いができる人というふうにお相手から思われているようです。気を使いすぎず、無理もしていない、そういう自然体の優しさが一緒にいて心地よいとお相手に感じさせ、安心感とぬくもりを与えています。あの人はあなたとのやりとりの中に小さなギフトを感じているのかもしれません。やりとりってことですね。あなたから受け取っているから感謝の気持ちも持ってるし、自分も何か返したいっていうふうに思っている。またそういうね、意思疎通がし合えるようなね、関係性、印象を持たれているようにも感じました。はい、こちら出していきました。では、タロットで見ていきましょう。仲良くなっていけますかっていうのをもらっていこうと思います。は
はい、こちらのカードで見ていきます。少しカードを整理しましょう。整えますね。マジシャン、ワンドの4番、節制のカード。そして司祭、ペンタクル9番、カップの8番に太陽のカードです。仲良くなれそうです。答えは成功、イエスという風に出てきていますので、前に進んでいく、前進する、ぐっと距離が近づくと思います。仲良くなれる。それはワクワクするような展開かもしれませんし、お相手はここですね、安らぎ、癒しを求めているのだと思います。そして自然と仲良くなれるっていうのが入ってきています。そうですね、あなたの方でアイディア、工夫を出していきましょう。アプローチを仕掛けていくってことですね。そうしたらお相手と仲良くなっていけます。そういうメッセージが入ってきています。そしてお相手が求めていることは癒しなので、癒しを届けるとか、そうですね、癒しの存在になるとか、メッセージを送る、やり取りをする中で、あなたと一緒にいると安心できるなっていうのをより一層感じてもらえるような行動をすると、よりぐっと距離が縮まりやすくなると思います。そしてお相手はあなたのことを特別な存在として見ている可能性が高いですね。ペンタクル9番。もしくは一生懸命仕事に取り組んでいるなとか、努力しているな、華やかしい上品さがある、そういうイメージを持たれています。近くにいる同じ仲間としているんだったら、仲間内の中でもあなたはひときわ目立っていて美しいし、そして努力を重ねて成功を収める人なんだなっていう、そういうイメージを持っています。ひいき目に見ていらっしゃると思うんですよね。はい、もし同じ仲間じゃないですだとしても、あなたの存在っていうのは目立っていると思いますよ。そしてこちらがお二人の恋愛を進展させるための課題点、カップの8なので、これは過去を振り返らない、未来を見ていく、手放しのカードですね。ネガティブな感情を手放して先へ進んでいくのだと、そういうことを教えてきてくれているメッセージです。そこに対しての対応策に司祭のカードが入っているので、今のお二人のやっぱり浅い関係性っていう関係値っていうことを表しています。関係値ですね。で、中にはそのお相手が仲間、友情っていうカードを出しているので、そうですね、なかなか二人きりになれないだったりとか、あとみんなに対して平等に接しなきゃいけないっていうことかもしれない。立場的にそうかもしれないですね。心の中ではあなたのことをひいき目に見てると思うんですが、やっぱり平等とか調和とか、そうですね、そういうところがキーワードとして入ってくるので、それをどんな風になじませていくのかっていうのがポイントになってくるんじゃないかなと思います。そしてそうですね、ノルマ見ていきましょう。鍵のカードです。解決策のヒントはもうすぐそこにあります。はい、お相手と仲良くなるきっかけはすぐ近くにあるとか、あとここの問題ですね。立場を超えた関係性になるまで、解決するまでね、もう間もなくですよとか、ヒントがあるでしょう。そのヒントっていうのは何なのかっていうのを、ルノイマンでもらっていきましょう。そしたらそうですね。ただ、そう、お仕事の関係、今の立場上、浅い関係性なので、お相手と自分の今の関係を保ちながらも、二人きりの時間を持っていくといいと思います。少し難しいんですが、仕事上は仕事上でお付き合いして、プライベートの中に持っていくみたいな、そんな自然の流れがいいと思います。蛇のカードが出てきていますね。手放すのは嫉妬心とか、ネガティブな感情ですね。絡みついてくるもの。例えば自分だけ見てほしいのにとか、自分だけを表面的に特別扱いしてほしいなとか、そういう思いとか、ライバルの存在に対してとか、この好きなお相手が他に気になる人がいるんじゃないかっていうことで、モヤモヤしてしまう気持ちっていうのをすっきりとここでストンと落としていきましょう。浄化する作業、手放すとか、そのような作業が必要です。あと過去にとらわれすぎない、引きずらないっていうことですね。それが2人の仲を縮めるヒントになってきます。そして最終的には太陽のカードなので、明るい成功が待っていると思います。そのように進めてみてください。また自然と良い感じになっていくと思いますので、
ただね、あなたの方からの動きは必要になってきますよ。待ってるだけでは、変わらないっていうのも同時に教えてきてくれてるので、あなたの方から何かしらのアクションを起こす。それは過去を手放すとか、執着心を手放すとかね、ネガティブな感情をなくす、整理するとか、そういうことでもいいです。心の中のお掃除をするとかね、思考を整理するとかでもいいので、あとはお相手と癒しの時間を持つとかね、積極的に話しかけていくんだったらお相手の趣味に寄り添った話し方をするとか、この話をしたらお相手は安心するのかなっていう材料を調べて集めてね、例えばお相手がアロマが好きですだとしたら、アロマ関係の話を持ち出すとかね、そういうことで手探りでやってみてください。成功は待っています。そしてギフトの交換っていうのも出ていたので、嬉しいギフトのやり取りしたいですよね。なのでお相手はね、あなたとだったらそういうね、感謝の気持ちのやり取りかもしれないし、本当に何か交換し合えるような愛情とかね、ぬくもりとか癒しっていうのをやり取りできるようなお相手だ、あなたなんだっていうふうに印象を持っていますから、ぜひここは進めてみてください。はい、なんか背中を押してくれていますね。この太陽がね、進んでいけそう。必要じゃないものは手放していきましょう。ではここから先見ていきましょう。どうしたらもっともっと仲良くなっていきますかっていうので、こちらカラーカードとかロマンスエンジェルのカードから出しているので見ていきます。まずはラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは2ですね。やっぱり二人きりになれるチャンスがやってきそうなんです。離れているとか距離があるとか、なかなか一緒になる時間がない少ないっていう方もいるかもしれないんですけど、そのわずかな瞬間をキャッチすることができそうなんです。それが2のつく日時です。参考にしてください。ラッキーカラーを見ていきましょう。ローズ、バラの色ですね。理想的な関係を引き寄せるっていう風に入っているので、いいですね。そのお相手とやっぱりいい感じになるんじゃないかなっていう風に言われていますね。素晴らしい。はい。ロマンチックな関係性っていうのも考えられるかなと思います。いい感じですね。そして、ロマンスエンジェルのカード。このカードは、愛こそあなたにふさわしいですよ。今だというか、この愛はあなたにふさわしいとか、そういうことを意味しています。弓を引こうとしてるので、射止めようっていうことですよね。射止めましょう。はい、あなたの方から射止めましょう。あなたは愛されるに値する存在ですっていうことを伝えてきてくれています。二人きりになるチャンスがやってきそうなんですね。ドキドキするような展開が訪れると思います。これ近未来の流れですね。やっぱり太陽が入ってきているので、輝かしい未来っていうのが、近未来っていうのがね、やってくるんじゃないかなと思います。あの人との距離が少しずつ近づいてきています。思いがけず二人きりになる場面が訪れたり、少し深いお話ができるきっかけが生まれたりするかもしれません。そのタイミングはあなたの心が穏やかで前向きな時にやってきます。やっぱりね、このネガティブな気持ちを手放して軽くなった時に訪れるでしょう、チャンスがね。そしてこのローズのカード、このカラーのエネルギーが今あなたに理想の関係を引き寄せる力を与えています。緊張しすぎず笑顔を忘れずにいると、あの人の心にあなたの存在が優しく響いていくでしょう。自分には魅力がないなんて思わないでください。あなたの何気ない一言やふとした仕草は十分にあの人の心の中で気になる存在になっています。はい、もうね、ひいき目で見てる可能性があるので、自信を持って言ってください。そして何かあなたからできること、私からできることないですかっていうのも、このカードからメッセージをもらっています。とてもシンプルだと思いますね。あなたからできることというのは、例えば最近疲れてないと軽く声をかけてみたり、お相手の好きそうな話題にちょっと触れてみたりとか、癒しっていうのをテーマにして、元気とかね、あとこれどうですかっていう風に何か癒しグッズとか飲み物を差し入れするとかっていうのもいいと思います。お相手の好きそうな話題とか好きなことに触れていく。
あなたが少し心を開いていくと、お相手もまた同じように心開きやすくなっていきます。これがギフトの交換ですね。自分が心を開いてみせると、向こうも心を開いてくれる。これをぜひ合言葉のようにね、覚えておいてください。理想的な関係を自分が引き寄せるんだっていうふうに思ってくださいね。素晴らしい。そのギフトの交換とかいうのもあったので、いいなと思います。あなたはそのままのあなたで十分にお相手から愛される価値のある人なんです。なので無理に何か演じようとすることなく自然体でいることが、このお相手と仲を近づける一番の近道となるでしょう。はい、ということで今回はこのような結果となりました。すごくいい流れですね。今の関係性も保ちながらぐっと距離を縮めていけるようなチャンスもやってくるし、自分の方から引き寄せることもできます。明るくいきましょう。ということで、お選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。このカードは、自分を大切にしてくださいねっていうカードなんです。好きな音楽を聴いてリラックスしてもいいでしょう。選択肢からのメッセージは、まずは自分自身を大事にしてみてくださいというメッセージ。気になるあの人に近づくために無理をして頑張るよりも、まず自分の気持ちや心の元気を整えることが大切です。はい、ここですね。心を整える。笑顔でいるあなたに自然とあの人は惹かれていきます。無理に相手に合わせすぎなくても大丈夫。自分らしく過ごす時間が結果的にあなたの魅力を引き出してくれます。あなたはあなたのままで十分素敵です。少し立ち止まって好きなことや心がほっとできることをやってみましょう。リラックスして、はい、心を解放して、荷物を手放して、明るい気持ちで未来向かっていってください。奏でていくっていうメッセージですね。素敵です。今回は浅い関係の片思い、お相手と仲良くなれますかということについて見ていきました。ラッキーナンバーの2番やラッキーカラーのローズ色、これぜひ取り入れてください。これからも様々なリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、浅い関係の片思いの行方、あの人と仲良くなれますかということをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。2番をお選びいただいた方はこちらのカードですね。はい、ではこちらで見ていきましょう。まずはあの人の現状っていうことで、今こちらにカードを出しています。先にこれから見ていこうと思います。エンゲージメントカード、全力ということと協力っていうカードです。そしてアストロロジーのカードからはお羊座のカードが入っています。とてもエネルギッシュ、始まりを表しているので、新しいことに挑戦したりとか何かを始めているのかも、そこに対して全力でね取り組んでいる、そういうことが入ってきます。新しい挑戦に夢中、そしてアクティブに動いている、そんなイメージが入ってきます。あの人は今新しいことにチャレンジしている真っ最中のようです。新しいお仕事、趣味、目標などに全力で向き合っていて、毎日が少しバタバタしているのかもしれません。好きなことに夢中になり、その忙しさすら楽しんでいるようです。そしてあの人は周りと協力しながら自分の信じる道を突き進んでいく強さがあります。ですので自然と周りを引っ張るリーダー的な存在になっているでしょう。恋愛モードではないように見えるかもしれませんが、応援してくれる人、自分を理解してくれる人の存在をとても大切に感じています。あなたの一言が心に響くタイミングがこれからやってくるかもしれません。はい、ということで、体を動かしていたりとかする可能性もあるかもしれないですよね。筋トレしていたりとか、ジムに通っていたり、またはチームワークで、チームを組んでね、何かをやろうっていう風に決めて動いているとか、そういうイメージも入ってきます。では、お相手の近況を見ていったので、そのお相手があなたに対してどんな印象を抱いているのかっていうのがこのカードで出していますから、先に見ていきましょう。はい、まずはこちらのカードです。
なんかおしゃれな方だなっていうイメージも入ってきます。そしてこのカードは運命っていうカードですね。ザ・フェイズ、運命と、あとこのカードがあなた自身がですよ、ネガティブなことを自分の心に通さない、そんな信念を持っているっていうカードなんです。ポジティブに物事を捉えたりとか、自分らしく過ごしている、生きているっていうことで、そういう印象を抱いている。そしてあとは輝かしい、光っているってことですよね。個性的とか、そういう印象を抱いているように感じます。はい、どうでしょう。何か身に覚えがあるかもしれませんね。嫌なことは聞かない、心の中に取り入れないっていう、そういう姿勢を持っているってことです。あなたの印象なんですが、流れを受け入れながら静かに信念を貫いていく人というイメージ。あの人はあなたに自分のペースと価値観をしっかり持っている人という印象を抱いています。周りに流されずに、ネガティブな言葉にも左右されず、自分の心の中にある確かなものを大切にしているあなた。その姿にどこか運命的な落ち着きや自然な強さを感じているようです。また無理に流れを変えようとしないで、必要な時には受け入れるという柔らかさもあるところが、他の人にはない深みとして映っているのでしょう。あなたはただ強いだけじゃない、心の中でちゃんと世界と調和していると思わせる静かで深い魅力があるようです。はい、運命っていうカードが入ってるので、何か運命的な、衝撃が走るとか、光ってるなっていう風に感じるとか、今私が感じるのは非常にあなたがポジティブ思考で、そして個性的であるということですね。いかがでしょうか。ではこの後タロットカードを使って展開していきます。お相手と仲良くなれますかっていうことで見ていきます。はい、こちらで見ていきます。まずはですね、ワンドの5番、そしてワンドのクイーンのカード、ソードの、ナインですね。ソードの9のカード、ペンタクル7番、ジャッジメント、タワーと太陽のカードです。はい、ということで、大きな動き、変動っていうのがありそうですね。ただし、お相手はあなたのことを恋愛対象として見ています。さあ、この恋どうやって進めていきましょうかっていうところで考えていきましょう。ここが課題点ですね。タワーなので揺れる、何かが変化する、そしてどうしようって思うようなことになるっていうことがまず課題点ですね。で、落ち着いてしっかりと慌てずに物事を見極めて対処していく、改善点を見つけて改善していく、ゆっくりと丁寧に育んでいくっていうのが対応策です。急な出来事とか変化があったとしても動じないことっていうのがアドバイスカード。そしてこの変化に対してネガティブに思い込みすぎてしまうって、これね、自分で自責の念に駆られて夜も眠れずに考えすぎちゃいますっていうカードなんですね。でも実際にはあなたが考えているより周りの出来事っていうのは、あなたがねすごくネガティブに捉えすぎているっていうカードだから、そうこまででもないんだよってことを言いたい。だけどやっぱりここね、大きなショックが入ってるので、あなたにとってはやっぱり非常にショックなことがやっぱり課題点として入ってくるのかなと思います。そしてあなたを表すところにワンドの5番のカードが入っていて、これはやっぱり闘争する、競い合うとか戦いとか争いとか、あとは自分の心の中かもしれません。心の中でいろんな意見が出てきていて、いろんな感情ですねが溢れてきていて、ちょっと怒りの感情が強かったりとか、またはネガティブに思ってしまう感情が強くなりすぎる傾向があります。それは何でかって言ったら、ここなんじゃないかなって思うんですね。だからこそここでゆっくりと落ち着いて対応してってねっていうことです。では、
それって一体どういうことなのっていうヒントをもらっていきましょう。ここですね、このタワーに対してもう出てるかもしれないんです。その揺れていることっていうのが、例えばお相手が今忙しくって全然入っていく隙がないんですってことかもしれないし、あなたのところで争いのカードが出てるのでライバルと争っていてっていうことかもしれませんし、1枚もらっていきましょう。山のカードですね。乗り越えるべき課題とかっていうのを表しています。あとは例えば信頼関係がちょっと揺れるようなことがあった、今までの関係性、築き上げてきた浅い関係性だけど今までこう築いてきた関係性に少しこう揺れるような変化があったとか、ちょっと厳しいんじゃないかなって自分の中で思ってしまったりとか、そうですね、カマのカードも入ってるので何か知らされるとかね、そういうことも出てるかもしれません。お相手との間においてなんか衝撃の事実を知ったとかかもしれないですし、何かこう言われたとかかもしれません。はっきりと言われてなんか気持ちがネガティブになってしまう。言われるっていうのはあなたは無理ですよとかではなくて、こうあなたの中ではなんか衝撃の事実を知ってしまったとか、例えばお相手が異動になって離れることになりましたとか、浅い関係性なので、例えばね店員さんとお客さんみたいな立場かもしれないんですよ。だとしたらそのお相手、店員さんが違うお店に異動になっちゃって会えなくなっちゃってショックとかね、そういうことが連想されます。で今自分の中で気持ちが落ち着いていない。なぜだったらもうすでにそのショックな出来事があったから。もしくはこれから先あったとしたらあなたはきっと落ち込むだろう。だけどここでお相手がジャッジメント戻ってくるんです。再会、復活とか良いお知らせなんですね。あなたがちゃんと落ち着いて対応すれば大丈夫だよって、そこまでそのあなたが考えているよりショッキングな結果にはならないよって、確かに揺れるようなことがある、離れてしまうとか、あとその店員さんのお相手だとしたら店員さんでごめんなさいって、そのお店の中では店員さんとして振る舞わなきゃいけないんですみたいなこと言われるかもしれないし、あなたがいやちょっとこれアタックするには障害があるんじゃないか、ちょっと厳しいなとか、お相手に対してねこう乗り越えなきゃいけない大きな存在として、この浅い関係性どうやって縮めるって、そもそもどうやって縮めようみたいな、そこでやっぱり自分の中でちょっとうまくいかないんじゃないかっていうふうに考えている可能性もあります。そうですね、何か聞かされたり知らされたりとかするような可能性もある、目にしちゃうとかね、あると思うんですね。そしてあなたがネガティブになっちゃうんだけど、でもここでしっかりと落ち着いてゆっくりとね、どうすればいいんだろうっていうふうに考えて、より良いものにしていこうって、また頑張ろうっていうふうに思うことによってお相手は帰ってくるよっていうふうに言われてるんですね。なので思ったよりも遠くまで移動なんないとか、お店が変わったとしてもまた元いた店舗にね週の半分ぐらいは戻ってきたりとかするような、そんな展開になると思います。またはあなたにとって良いお知らせがやってくると思うので、離れちゃったけど連絡先どうですかみたいなことがあるかもしれないし、はいという流れになっています。やっぱりあなた自身の中では厳しいなとか、高い目標だなとか、仲良くなる、いやどうやってって、いや声かける、いや難しいんじゃないかとか、いろんなこと考えてはネガティブになっちゃうし、現状としても課題点ですねがあって揺れるっていうのが入ってくるんですね。だからこそここですね、嫌な情報とかネガティブなことは通さずに自分の芯をしっかりと持つ、その魅力そのままを打ち出していきましょうっていうメッセージでもあると思います。で最終的な結果としては太陽のカードが出てるので、揺れるようなことがあってもそこから光が差すよっていうふうに言われてるんです。お相手の方の動きもあります。はっきりと何か伝えてくれるんです。あなたに対して仲良くなる方法を伝えてくれるとか、お相手の方からのお声掛けがある。そしてみんなで一緒に集まって遊ぶとか、お庭なので交流なんです。人との交流を表しているので、
お相手との交流も示唆しているかもしれません。そこに向かっての成功っていう太陽のカードで、ここ最後ね終わってますから、ネガティブに考えるようなことがあっても自信持って、お相手はあなたのことを恋愛対象として見ている、一人の恋愛対象、異性として見ていますから、だからこそあなたの方で落ち着いて対応してくださいね。いずれ交流っていうのがあるので、プライベートなデートじゃなかったとしても、そのお相手が戻ってきてまた一緒にお話ができるようになったりとか、離れるだけではなくてね、なんか誤解しちゃうとか、そういうことかもしれません。ネガティブな思いになっちゃうよって、自分に自信がなくなっちゃうような出来事があるかもしれないけど、お相手と交流を重ねることによってやがてあなたの心は優しく明るくなっていくっていうふうに言われています。この太陽ね、日が昇るんだってことを信じてください。たとえ何があっても、お相手ここで決定的な言動を起こしてくれると思いますから、あなたの方もじっくりと取り組んでいくことっていうのがアドバイスカードで入ってきています。新しいことを全力で始めようとしているので、だから独立してとかね、お店から独立して自分でお店持ちますとかかもしれないですし、このお相手にとっては新しい始まりっていうのが入っていました。と同時に、このお相手は今責任感のある取り組みをしていると思います。役職が1個上がるとかね。なので今はちょっと自分の地固めする時なのかもしれませんね。ということで、このお二人仲良くなれますかっていうことで、答えとしてはイエスなんです。その間に揺れるようなことがあるかもしれないけど、決して諦めないでねっていう、そういう結果になっていました。ではラッキーナンバーやラッキーカラーなどもらっていきましょう。ラッキーナンバーは1です。そしてラッキーカラーはチョコレート色です。体と精神に需要を与える、はい、健康的な生活を送りましょう。体と心にだから栄養を与えてください。美味しいものを食べたりとか、リラックスしたりとか、音楽を聴いてなるべくネガティブな思いにならないようにするっていう工夫もいいと思いますし、いろんな工夫をしてみてねっていうことを言われていますから、いろいろやってみましょう。そしてあとこちらのロマンスエンジェルのカードは胸のときめきです。お相手との情熱、ときめき、今この胸がドキドキする思いっていうのを大切に持っていてください。その大切に持っているきらめきっていうのがあなたの魅力としてもお相手の中に映っているからです。あなたが決めて動いていけば未来は変わっていくでしょう。ネガティブな思いに沈んでしまえば、そこでもう動かない、終わっちゃうっていう風になっちゃうかもしれないし、あなたがそこから切り替えてまた作戦を練ってね、落ち着いて動いていけば変わっていきます。あの人との関係を深めるためには今こそあなたの行動が鍵になってきます。このチョコレート色が示すように、今のあなたには内側から湧いてくる温かい思いと、それをしっかり形にしていく力が宿っています。どんな小さな一歩でもあなたが決めて動けば、お二人の未来は静かに確かに動き出していきます。そして今の関係が浅いからこそ、ちょっとした言葉や行動がお相手の心に残ります。例えば、これ好きだったよねとさりげなく覚えていたことを伝えたり、〇〇って興味あると共通点を探ってみたりしてみましょう。その行動一つで、あの人は自分に関心を持ってくれてるんだと感じると思います。チョコレート色のエネルギーは地に足のついた優しさと深い思いやりを表します。あなたの中にあるロマンチックな思い、それはちゃんと温かさや誠実さに裏打ちされたものです。その本気の優しさはあの人の心にやがて届いていくでしょう。そして待つ恋から育てる恋へ、自分の気持ちを信じて勇気ある一歩を踏み出してみてください。未来はあなた次第で優しく動き始めていきます。はい、ぜひね、動いてみてください。で、動いてみて、一回動いて揺れるっていうこともあるかもしれないんですよね。これからその揺れがね、訪れるかもしれない。だけど、自分にまた栄養を与えて、二人の関係性を育んでいくっていうことに集中して取り組んでいくと、より明るい未来を引き寄せることができると思います。
はい、では、お選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。これは夢がヒントを与えてくれますというメッセージです。あなたがふと見た夢の中に片思いを進めるヒントが隠れているかもしれません。最近よく出てくる場所や人、感情に注目してみてください。あなたの心の奥が優しく響いてくれているのかもしれません。思いがけないタイミングでお相手との距離がふっと近づく予感もありそうです。心の声はちゃんとあなたに響いています。ゆっくり深呼吸して静かな時間を大切にしてみてください。はい、そんなメッセージです。夢にヒントが眠っているよということで、最近見た夢、どんな夢だったかなっていうふうに思い出して記録しておくのもいいと思いますし、印象に残っている夢、そこにヒントがあると思います。例えば具体的にイニシャルとか名前が出てきたりとか、具体的な場所が出てきたりとかするかもしれないんですね。あとはラッキーフード的なもので食べ物を食べてる夢とか、そういえばチョコレート食べてる夢見ただったら、よしチョコレートをラッキーアイテムだとか、チョコレートをお相手に差し入れしてみよう。それがきっかけで2人の仲が進展していくかもしれません。あなたが行動してみると、落ち着いてね行動してみると、未来は明るいものへとなっていくでしょう。今回は浅い関係の片思い、お相手と仲良くなれますかということで、お相手の今の現状やあなたに今感じている印象、これから先どうなっていくのかっていうことをテーマに見ていきました。これからも様々なリーディング動画を投稿していきます。よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係の片思い、お相手と仲良くなれますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。3番の方の選択肢はこちらですね。蝶の羽が生えています。ロマンチックですね。そしてでは最初にお相手の現状ということでこちらのカードを出していますので見ていきましょう。この3枚です。エンゲージメントカードからは心の広さ、寛容さ、オープンマインド、そしてアドベンチャー、冒険というカードです。そしてアストロロジーのカードです。お牛座のカードが入ってきています。どっしりと構えて安定さを求めていたりするかもしれませんね。心っていうところに集中しているかもしれません。お相手は自分のペースで穏やかに充実している日々を送っています。あの人は今、外に大きく動き出していくというよりも、自分の内面や生活を整えることに意識が向いているようです。休日はお気に入りのカフェに行ったり、ゆっくり映画を見たり、自然に触れたり、そんな時間を楽しんでいて、心のゆとりを育てています。急がず、焦らず、でも次のステップへの準備もちゃんと進めている様子で、仕事や生活の安定を大切にしている時期かもしれません。恋愛に対しても無理に求めていくのではなく、自然に始まる関係を待っているような雰囲気があります。あなたがそのリズムを大切にしながら優しく寄り添っていけば、心がじんわり通じ合うチャンスが訪れるかもしれません。今は自分から積極的に何かを動かしていこうというよりは、今の現状をもっとより豊かにとかより安定させていこうっていうような傾向が強いかもしれません。ただね、冒険の心も入っていますから、じっくりと自分の心を見つめて、今自分がやりたいこととか集中したいことっていうのに、力を注いでいる、エネルギーを注いでいるのかもしれません。一点集中しているっていう感じもしますし、あとは何を始めていけばいいのか、何を変えていけばいいのかっていうのを今ゆっくりと考えている最中かもしれませんね。変化の中にいるっていうお相手もいるかもしれません。ではこのお相手が感じるあなたの魅力や印象についてもこちらのカードから出していますから見ていきましょう。はい、まずはこちらがヤギ座のカードですね。これは決意するとか、決めて意志強く取り組んでいく姿勢とか、その印象を持たれているということと、あとはトゥーザシー、海へっていうカードなんですね。海のように揺れるというか、穏やかに揺れる、波打つとか、
すごく穏やかな海ですよね。綺麗なクリアな海なので、クリアな心を持っているなとか、あと気になるのが望遠鏡、双眼鏡が入ってきてるんです。なので、自分のことをよく見てくれてるなっていうふうに思ってるかもしれない。視線を感じるとか、目が合うなとかね。あとなんか瞳っていうのが入ってくるので、メガネ屋さんの方とかね、かもしれないし、メガネをかけているとかっていう、どちらかがねメガネをかけているような印象も入ってきますし、望遠鏡がね入ってくるので、瞳っていう印象も少し入ってくるかなと思います。あなたが自分の方向性をしっかりと持ってる人なんだなっていう印象を持たれていると思います。どんな流れにも向き合って自分を信じて進む人という印象ですね。あの人はあなたに物事の流れに沿っていっても決して自分の芯を失わない人という印象を持っています。まるで大きな海のように緩やかでありながら、奥底に確かな意志を感じさせる存在。日々の流れに柔軟に対応しながらも、自分の中の信念はしっかりと守っている。そんなあなたの姿勢がこのお相手にとってはとっても頼もしく映っているようです。相性がいいかもしれません。お二人似たようなところがある。趣味が似ているとか、洋服のセンスが似ているなっていうふうに感じるかもしれません。また、たとえ今は深く関われていなくても、この人とは自然なタイミングでもっと分かり合える瞬間が来るかもしれないと思わせるような深い安心感や運命的なつながりを感じさせる、そんな存在でもあります。あなたの存在はちゃんとお相手に伝わっています。はい、ということで、何か未来期待しちゃうようなね、そんな印象を持ってくれてるみたいです。ではこの後タロットカードを使って仲良くなれますかっていうところを見ていきます。はい、こちらで見ていきます。ノルマンカードの補足も、出していきます。まずはですね、結果的に言えば仲良くなれます。女帝のカードが入っています。もしかしたらね、恋愛関係っていうところまでなるかもしれません。ただ注意ポイントもありますから、押さえながら見ていきましょう。あなたはこのカードにも出ている通り、流れに寄り添って動いていける人、柔軟性があります。なので、それご自身でも自覚されているかもしれないですが、それあなたの最大の強みですので、ぜひね、この柔軟性、流れに乗っていくっていうことを忘れないでいてください。流れに乗っていきながらも流されない、そんな意志の強さも持っているんだっていうことです。だから流れに身を任せるというか、流れにうまく乗るんですね。これを自分の持ち味を使っていきながら、お相手と仲良くなるチャンスを掴んでいきましょう。はい、流れに身を任せるといいでしょう。で、そして今の現在のあなたっていうのがカップの7番、そしてお相手がソードの6番、近未来の流れは節制のカード、問題点がカップの8、対応策にワンドのエース、そしてお相手表すところにソードの9、そして先ほどもお伝えした女帝のカードです。なのでそのお相手の状態がちょっと気になるなっていう感じはします。ソードの9も入っているので、そしてあなたもカップの7番なので、迷いとか、あとは幻想ですね。その中にいていろいろ考えちゃうんだっていうのが入ってきてるんですね。考えて自分で一人で決めていったりとか、早合点してしまうようなところがあるかもしれません。お相手にちゃんと確認取っていないのに、あ、これはきっとこうなんだっていうふうに思って走っていってしまったりとか、決めてしまったりとか、やっぱり動くのやめたっていう風になっちゃったりとか、いろんなことを考えてしまっては落ち込んだり、いやそうじゃないかもっていう風に立ち上がったりとか、その起伏があると思います。または妄想の中にとらわれていて、現実的に今目を向けられていないのかもしれないですし、悩み、迷い、葛藤っていうのが見られます。そこから来るなんか焦って何か動かそうっていう風に焦りを感じたりもしますし、
迷っていてなかなか抜け出せないとかね、そういうことも感じます。これが現状として入ってきてるかな。流れに身を任せるってこともそうなんですけど、自分で決めてしまわないことっていうのをここね、押さえておいてください。ソードの7番も入ってきていたので、これは単独行動ですね。そう、あとはお相手に対してごまかしは効かないので、正直に素直な自分を見せていくとか、素直に対応していく、ごまかさないっていうのも入ってきています。ここね、その幻想とか迷いとか、ここら辺が素の自分を見せるのが怖いっていうところにつながっているかもしれないんです。そしてお相手を表すところにソードの6番プラスソードの9番のカードも入っているので、ちょっとルノルマンで補足もらっていきましょう。ソードの6番というのは新しい世界に向かってお相手が進もうとしているっていうところですが、一方でソードの9番というのはネガティブな感情にとらわれすぎているとか、ネガティブ思考が強くなりすぎているっていうね、過剰に働いている状態です。悩んでることから抜けたいと思ってる。11番無知のカードです。ちょっと強めのカードですね。誰かに何か強いこと言われたとか、強い対応、強く迫られたとか、やっぱりそこから動いていきたい、決めたっていうふうに思って動いていくのかもしれないし、目標を今定めようとしているのかもしれないなっていうのも感じます。本当に最後の最後、自分の中でもうこれにしようっていうふうにお相手の中でも決めようって思ってることがあるかもしれない。このネガティブなところからもう早く抜けていきたいんだっていうことで、そういう意味で今自分の中で変化を起こそうとしてるのかも。ただ大胆にじゃあ何か行動に起こすのかとか、実際にどこか行くのかとかではなくて、自分の中の変化をまずはじっくりと見て見極めようとしているのかなとも思います。優しいからこそ誰かに言われた一言で傷ついていたりとか、癒しの旅へ行こうとしているのかもしれない。より解放されたい、自由になりたいとか、より広い世界へ向かっていきたいっていうのがお相手の中であります。しかもそれはあなたとのことも関係しています。あなたとのことで何かね、考えてることがある。だけど今の関係性を変えていきたい。そして最終的には女帝のカードが入ってきているので、あなたに対して思いを伝えたいってことかもしれないし、まず浅い関係性なので、その思いを伝えるとかっていう前に連絡先交換したいなとかね、仲良くなってみたい、よく知りたいなって、ちゃんとしっかりと見たいなってことかもしれないですね。そして課題点としてはカップの8番、過去をここに置いていって未来へ進んでいく、進むっていうのがここに何個か入ってきているので、始まりのために今何を手放して何を始めていくのかっていうのをご自身の中でもう一度見つめ直すタイミングかもしれません。近未来の流れは節制のカードです。この迷っていた思いとか、そうですね、過去からのとらわれとか手放しっていうのもすんなりと行うことができます。迷いから抜けて、あなたのところには自然とお相手と一体になった自分っていうのが近未来待っていると思います。お相手がね、どんな風に進んでいきたいのかっていうのが少し気になるんですよね。何を気にしているのか、どうしたいのかっていうのは新しい関係を求めていると思います。発展、ルノルマンの船のカードは発展を表しているので、仲良くなりたいってことを表していると思います。一方でそうならないんじゃないかっていうふうにネガティブに捉えてしまうところもあると思うんですよ。半分半分っていう感じがするので、お相手何にとらわれているのかなっていうところで1枚見ていきます。何にとらわれているのか。カップの6番、過去ですね。カップの6は過去の思い出とか過去を懐かしむとか、そういうことも表しているし、また純粋な思いですっていうのも表しています。で、加えてカップの8番も出てきているので、この純粋な思いをそのまま発展させていっていいのか、それとも手放すべきものを手放した方がいいのかとか、何から取り組んでいけばいいのかっていうことで考えているかもしれません。喜びを取っていくのか、それともやっぱり今のままでいいや、
のままで終わっていくのか、少し揺れるようなところもあるかもしれませんね。揺れる中でも進んでいきたいっていう方向を取っていくんじゃないかなと思います。あなたに対して純粋な気持ちをまっすぐに向けられたらいいのに、でもそうではないこともあるっていうような感じで出てくるかなと思いますね。そしてこの過去を手放すっていうことの対応策でワンドのエースのカードなんです。そこに対してモチベーションを上げて取り組んでいくことができるので、過去を手放す、そして未来へ向かって歩み始める。だから流れるってことなんですよね。物事は流れていく。この海のように流れていきます。それは出てきていますね。じゃあ、あなたが今大事に思えばいいことって何に意識すればいいのっていうことで1枚カード出していきましょう。あとはお相手と過去にいろいろあったよっていう方もいるかもしれないんですよね。浅い関係なんだけど、一回話しかけたら無視されちゃって、やっぱり私無理なのかなって、そういうことがあったっていう方もいたかもしれないですね。そこに対しての過去かもしれませんね。その時にお相手がどう思ってたのかって伝えたいんだけど、いやでもああいうことしちゃったしなってことで悩んでいるってこともあるかもしれないです。あなたが今できること、カップのナイト、誠実な思いを表現していく、伝えていく。ナイトのカードは向かって歩んでいくっていうことなんですね。過去にとらわれず、葛藤せず、で妄想の中で終わらず、現実的に優しく歩み寄っていくっていうことが今、あなたができること何って言ったらそれだよっていうふうに出てきました。そうすると、例えば誤解されていたんだったらそれが解けていくし、あとはお相手が悩んでいることがすっきりと晴れていったりするような動きになると思います。お相手に大丈夫だよって背中を押してくれるようなアクションになると思います。たとえあなたが意識していなくてもお相手の背中を押すようなことになると思いますね。はい、ではこちらからメッセージをもらっていきましょう。ラッキーカラーとラッキーナンバーです。今変化がやってきていますね。変化を取るのか調和を取るのかってことでちょっと揺れてるようなお二人かもしれません。ラッキーナンバーは1番です。1のつく日時を参考にしてください。そしてラッキーカラーは白、ホワイトです。心を明るく照らす。白いものをぜひ身につけてください。そしてロマンスエンジェルのカードからは、これはお友達に助けをもらいましょう。協力してもらおうねっていうことで、お友達の力を借りてください。お互いの愛情の中で支え合う。新しいアイディアが湧いたり、諦めかけていた心にもう一度火が灯るようなことが訪れるでしょう。最近あの人との関係に少し希望を失いかけていたり、自分ばかり気になっていてと心が沈んでいたのではないでしょうか。今はその感情を静かに洗い流していくタイミングです。このホワイトの光があなたの心のモヤモヤを晴らし、再びあの人への優しい思いを明るく照らし出してくれるでしょう。はい。ですね。この片思いにはこれから新しい展開が待っています。それは頭で考えるより直感が鍵となります。例えば今日はちょっと声をかけてみようとか、このタイミングだったら話しかけやすいかもと感じたとき、その直感に素直に従ってみてください。意外な形であの人との距離が自然に縮まることがあります。またこの関係はあなたが一人で頑張るものではありません。これですね、一人で頑張るものではありません。お相手もまた心のどこかであなたを気にかけていたり、優しさに触れて安心していることがあります。あなたの温かい空気感や笑顔が2人の間の絆を育てていくでしょう。今あなたにできることは自分を信じて心を開くことです。直感と優しさを味方につけて、今まで気づかなかったあの人の表情や本音にも自然と目が向かっていくと思います。直感と優しさを味方につけましょう。はい、そしてお友達の協力を得ましょうっていうこともあるので、誰かお友達の力を借りてお相手との距離を縮めるのもいいでしょう。共通の知り合いがいればいいんですが、もし共通の知り合いがいないっていう方は作っちゃうっ
っていう風にね、お友達に協力してもらって話しかけに行くとかでもいいと思いますし、単独行動は注意が必要なので、一人で頑張りすぎないこと、周りから協力をもらっていきましょう。そしてつながりがある人、共通の知り合いがいる人はその人に協力をもらうといいんじゃないかなと思います。では、選択肢お選びいただいたカードからのメッセージをもらっていきましょう。このメッセージは、宇宙と一緒に恋も育てていこうというカード。あなたの思いはちゃんと世界に届いています。偶然のように見える出会いや出来事もあなたの気持ちがつながって動いているのです。焦らず自分のペースで進んでいきましょう。笑顔でいることがお相手の心にも少しずつ愛が届いていくでしょう。小さな一歩が大きな奇跡につながる。そう信じたあなたの願いは少しずつ形になっていきます。はい、宇宙とつながりましょうというカードです。その宇宙というのはいわゆるあなたの願いです。気持ち、直感、心の声とつながって、そしていざ現実へ一歩踏み出していくタイミングです。過去にとらわれるのではなく、過去ね、うまく動けなかったっていう方もいるかもしれないんですが、そこにとらわれるのではなく、未来踏み出してみようっていうね、決意して動かれてみてください。そしてラッキーカラーの白とラッキーナンバーの1番、ぜひこれも取り入れていきながら、お相手との距離を縮めてみてください。大丈夫。ここ女帝のカードが出てるので、あなたの思いはちゃんと受け止めてもらいます。そしてそこから始まっていく恋っていうのが入ってきていますから、ぜひここは動いてみてください。今回は浅い関係の片思い、お相手と仲良くなれますかということについてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。浅い関係の片思い、お相手とこれから仲良くなっていくことはできますかというのをテーマに見ていきました。皆様、どの選択肢をお選びいただいたでしょうか。はい、それぞれのメッセージをお受け取りください。今回はプチ3択占いでヌヌヌマンカードを使っていこうと思います。そうですね、今はあの人の現状とかあなたの印象、そして仲良くなれるかどうかっていうことで見ていったので、そうですね、今あなたができることっていうのもお伝えしていきましたし、プチ3択占いはではお相手からどんな動きがありそうですかっていうのをテーマに見ていこうと思います。直感でお好きなものを左真ん中右とお一つお選びください。以前ライブ配信を行った時にも浅い関係なんですって、片思いなんですっていう方何人かいらっしゃいました。なかなか話しかけづらいとかね、浅い関係だからこそきっかけがないとかね、そういうこともあったので、はい、ありますよね。どうやって話しかけたらいいんだろうとかね、そういうこともあると思うので、なかなかこうきっかけがないと話しかけづらいだったりとか、ある程度つながりがあるからこそプライベートっていうところに持っていけないとか様々あるんですが、お相手がどんな風に動いてくるのか見ていきましょう。そのお相手の動きに合わせてね、動いていくっていうのもいいと思います。はい、こちらで見ていきましょう。では左真ん中右とお選びいただいたでしょうか。早速見ていこうと思います。では左をお選びいただいた方です。お魚のカードです。そうですね、お相手との豊かさっていうのがテーマなので、拡大です。仲が進展する、向こうの方からやってくるかもしれません。ちょっと自由な感じでやってくるようなイメージがあるので、立ち寄ってみたよとか気軽に声をかけてくる、びっくりとかね、そういうこともあるかもしれないんですが、それをチャンスだっていう風に捉えて、そこから話を広げていくことがとても大切。そしてあなたが話しかけたらお相手が話を広げてくれるとか、そういう可能性もありますね。コミュニケーション期待できそうです。
はい、向こうから話しかけてくるかもしれないし、自分が話しかけたらお相手が返事してくれるかもしれない。その時に話を広げていくんだっていうことで、ぜひね、会話の練習してみてください。時々緊張しちゃって話が続かなくなることあるじゃないですか。なので、どうやったら話広がっていくかなっていう風にシミュレーションしておいてもいいかもしれないですね。では真ん中をお選びいただいた方は、怒りアンカーのカードです。はい。これはですね、信頼関係を表していたり、また一部ではお仕事っていうのも入ってくるかもしれないですね。仕事関係だよっていう方は、お仕事からまず入っていくってことなので、そうですね、パブリックな、公の場所でつながっている方々は、そこを取っかかりにして、そこから徐々に深い関係へと入っていく。ゆっくりと沈んでいくように、怒りがね、海に沈んでしっかりと固定されるまで時間をかけて信頼関係を育んでいくとか、もう十分長い年月かけて信頼関係を育んでいますという方は、浅い関係性なので、そうですね、そのパブリックな関係性としては長くお付き合いしていて、プライベートっていうところなんですって方だとしたら、もうそろそろプライベートに動いてもいいかもしれません。そして右をお選びいただいた方です。指輪のカードです。約束を表してるんですね。はい。結婚にしてはね、浅い関係性なので、ではなくてお約束だと思います。何か約束を取り付けてみる。お相手の方からそうやってやってくるっていうことなので、この真ん中の方もそうなんですけど、真ん中の方はお相手がお仕事のお話を持ちかけてくるとかね、仕事の話聞いてほしいんだよねってことで入ってくるかもしれません。右の方は約束したいってことで申し出てくるかもしれません。その約束っていうのが、例えばお仕事上のお約束だったとしても、そこをきっかけに仲良くなるチャンスだよっていうことを教えてきてくれています。そう、何か約束、そうですね、予約とかかもしれないし、指名とかね、予約かもしれませんし、あとはそのままデートしませんかかもしれないし、連絡先教えてくれませんかかもしれません。契約とか約束なのでね、それに関わってくるようなことをお相手が持ちかけてくると思います。またはそれらしいことをお相手がちらっと話してきたら、それをキャッチする。そこで自分の方から約束を取り付けていくっていう気持ちでいる。嬉しいことがありそうですね。ここもそうですね。ここも。はい、ということで、お相手からの動きに合わせて、ぜひあなたの方からもシミュレーションしておいて、すぐ動けるようにしてみてください。今回はお相手どんな風に動いてくるのというプチ3択占いでした。これからも様々なリーディング動画投稿していこうと思います。よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チュラでした。